夏はめちゃめちゃ蚊に刺されまくるヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのダニが増えちゃうぞという飼い方、飼育の仕方についてお話をしたいと思います。小さい頃からね、蚊にはね超モテる。なんかずっと僕のところに来ますね、人がいても。だからね、愛されています。かゆいですよね、蚊に刺されても。ボールパイソン蚊に刺されるってあんま聞かないですけど、ダニには刺されるとか噛まれることがあって、それはやっぱかゆいから嫌がるんですよね。ストレスになるし、あとはダニの良くないところとしては、ボールパイソンかゆいからストレスになるっていうのもあるんですけど、それとは別に病気の媒介が行われる。こっちの病気の子にダニが噛みました。でその病原菌を持った状態で別の子に噛みました、はい、うつるみたいになるので、ダニはもういないに越したことはないというか、ダニを避けて飼育するっていうのが鉄則なんですけど、こういう飼い方をすると、こういう環境だとダニが湧きやすいよっていうのを今日はちょっとお話ししたいと思います。一つ目はですね、蒸れ湿度が高いとダニはね増えやすいんですね。これは一般的なレプタイルボックスって言われる飼育ボックスなんですが、やっぱ穴が開いてるんですよね、通気性が良いように。そして一般的なレプタイルボックスだと穴はもっと多いんですけど、うちではボールパイソン飼育の子に特化したことを考えると、いい環境を考えると、普通のやつよりは少し穴の数を少なくして自社で作っていますが、それでもムレムレになるっていうことはないんですね。湿度が 80% とかになってくると、暖かくて湿度もあると、でダニが持ち込まれると一気にバーって増えていったりするので、通気性よく飼ってあげる、そういう家や部屋を用意してあげるっていうのが一つ大事なことかなと思います。ムレムレで飼わないっていうのが一つですね。こういう環境だとダニが増えやすいですよっていうポイントの2つ目は、こういうね凹凸のある床材だとダニはパンデミックを起こしやすい。なんでかっていうと、これヤシ殻なんですけど、ヤシ殻だとダニが増えやすいとかそういうことは全然なくて、ヤシ殻と化学反応を起こしてどんどん連生されていくとかそういうことではないんですけど、見つけにくいんですね。ダニが例えば入ってきたってなった時に、下の方に隠れたりとか影の方に隠れたりとか黒い部分にいたりすると分かんない。こっちの白いペットシーツで飼う方もとっても多いですけど、爬虫類を飼う方で、これだとねダニがいると分かるんですよね。黒い点々がゴマ粒の半分ぐらいのやつがいると、お、何この黒いの、ダニーみたいなのが分かるわけです。こっちの方だと黒い粒々点々なんて見つけようがないので、床材によってはダニが増えることを防ぎにくいものもあるというのは一つ知っておく必要があるかなと思います。これね、注意というか丁寧に言っておきたいのは、ヤシ殻が良くないって言ってるわけじゃなくて、こういうヤシ殻とかっていうのはボールパイソンを飼う床材としては世界で最も適したものの一つだと思ってるんですけど、部分的な交換がしやすいとか、湿度をコントロールしてくれやすいとか、自然環境に近いとかいろんな理由はあるんですが、そういう数々のスペシャルなメリットの反面、デメリットとしてダニが発生した時に判別がしにくいよっていうものも両方きちんと把握しておくことが必要です。やっぱ物事にはその一長一短あるというか、メリットデメリットがあって、優れているところと気をつけなきゃいけないところが何にでもあるので、ヤシ殻だと飼いやすいけどダニの発生に気づきにくいというのはよく心に留めておいていただいて、これを使う時にはそういう部分に注意しながら飼育されると良いかなと思います。生態でも同じなんですけど、この子スーパーファイヤーっていう白ヘビですね。例えばこの子に黒い点々がいたら分かるじゃないですか。あ、なんかいる、何みたいなの分かりやすいと思うんですけど、この子はね逆にアザンティックっていう黒白グレーのモノトーンのヘビなんですが、ここにね黒い点がいても分かんないでしょ。それと一緒で、ダニがいるっていうことを見分けやすい環境と見分けにくい環境があるっていうのは知っておく必要があるかなと思います。こんな飼い方をするとダニが増えちゃうよっていうポイント3つ目は、増えるっていうか、これが一番大事ですね。持ち込ませない、最初の1匹を家に入れないっていうことが最も大事です。群れ群れの環境で飼っていようが、こういうダニが増えることを検知しにくい床材で飼っていようが、最初の1匹が入らない限りはダニっていうのはね、無から発生するものではないんですね。なんか召喚されたり転生されたりしてくることもないので、最初の1匹が入らないように徹底して気をつけていれば、環境っていうのは割とその次の問題になっていくわけです。でもその最初の1匹をどう防ぐかっていうのがすごく大事で、お迎えされる時にはいろんな経路があると思うんですよね。ショップでお迎えされたりとか、イベントでお迎えされたりとか、もう自家繁殖、自分のところでブリードされてる子だけ販売されてる環境からお迎えされたりとか、あるいはもう世界いろんなところからもう船で飛行機でいっぱい届
届きますよという環境からお迎えされたりするとかいろいろあると思うんですけど、そのどこからお迎えされるとしても最初に家に入れる時に絶対にいないとは言い切れないわけなので、僕らの場合はですね2つの方法でそのダニの混入を防いでいます。一つはしばらくの間隔離しておく。新しく海外からやってきましたっていう場合はしばらく別の場所に置いておいて、いきなり他の子たちと一緒にしない。そうするといきなりピョーンって移動したりとかっていうのはしないので、しばらく置いておく、隔離しておくっていうことと、あとは専門のその薬を使ってトリートメントをしてあげることで検疫期間を経てこういう場所に並ぶんですが、ご自宅ではそこまではなかなかしにくいかなと思いますので、お迎えされる時に「この子ダニいないですか？大丈夫ですか？何かできることはありませんか？」って聞いてみて、じゃあこういう薬一応塗っといてあげるねっていうふうに言ってもらえるかもしれませんので、トリートメントに気をつけてあげるとか、もう一つはいきなりみんなと同じところにボーンって入れないで、少し数日の間別の場所で飼ってあげて、こういう分かりやすいものを床材にしてダニがいないかなっていうのを見てあげると良いかなと思います。薬っていうのも普通に買うことはできるっちゃできるんですけど、なかなかそこまでは難しいっていう場合は少し温浴って言って32、3度ぐらいのお湯につけてあげることで、そういう方法でダニの混入っていうのを最初の1匹を防ぐとバーッと広がることがないかなと思います。もしダニを見つけてしまった場合はこれ個人というか自分一人で完全に取り除くことっていうのはかなり難しいと思うので、購入されたショップさんに相談をするとか動物病院に相談をするとかして専門の薬をもらってきちんとした方法を教えてもらって対峙していく必要があるかなと思います。ほっといてなくなることはないので、もうダニは発生させない、増やさない。でも出てしまったらきっちり駆除していくっていうことが必要になります。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのダニが増えちゃうぞっていう飼育の環境、そして増やさないためにはどうすればいいかということをお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。